ママを待ってるの。そういう少女の手は驚くほど冷たくて、長時間その場に放置されていたことを物語っていた。その日から俺と少女の生活が始まった。徐々に心を開いて笑顔を見せてくれるようになった少女。俺の中で次第に少女の存在がかけがえのないものに変わっていく。血はつながっていないけれど、本当の娘のように大事に大事に育ててきた。そんなある日、突然母親を名乗る女性が現れ、迎えに来たよ、娘を返してと言ってきて、俺、高野恭一は今年で31歳になる独身男だ。みそじに突入してからか、同級生は結婚ラッシュに入っているが、俺には結婚の毛の字も見えてこない。おとなしい性格ゆえか、いつもいい人止まりで恋愛に発展しないのが原因だろうと思っているのだが、長年染みついた性格は今更変えようもない。ここ数年はずっと、悪く言えば変わり映えのない単調な毎日。よく言えば平凡で穏やかな日々を過ごしている。そんなある日、俺のいつも通りの日常が一変する事件が起こった。時期としては秋と冬の境目で、日が落ち始めるとだいぶ外の空気が肌寒く感じる。そんな季節の出来事。いつもと同じ時間に仕事が終わり、自宅に帰っている時のことだ。仕事でイレギュラーなことも起こらず、淡々と作業を重ねて程よい疲労感の中歩いていた。川に差し掛かり、橋を渡ろうと足を無心で進めていた時、橋の下で少女が一人で立っているのが見えた。それだけだったら、危ないな、どうしたんだろうとは思うだろうが、特別気にすることでもなかっただろう。だが俺はその光景を見た時に激しく違和感を覚えた。実は俺が朝出勤する時にもその少女は全く同じ場所に立っていたのだ。明らかにおかしい。遠目から見てもまだ年派もいかない子供が8時間も9時間も同じ場所にいるなんて、もうすぐ日も落ちてしまう。このまま見て見ぬふりをして少女が事件か何かに巻き込まれてしまっても目覚めが悪い。声をかけようか。でも逆に不審者に間違われても。そんな逡巡の後、やはりどうしても放っておけず、河原を降りて近づいてみると、少女の背中に書き殴りしたような紙が貼ってあった。もう育てられません。俺はそれを見た瞬間、脳内でとある暗い記憶が呼び起こされていた。どうしたの？もう暗くなるし、ここら辺は危ないよ。お母さんとお父さんは？俺はできる限り優しく聞こえるように少女に話しかけた。少女は見知らぬ大人、しかも男に話しかけられたことに戸惑いながらも、ママを待ってるの。今日はリコの5歳の誕生日で、今ママがケーキを買いに行ってくれてるんだ、とここにいる理由を教えてくれた。少女の話、そして背中の張り紙。それらのことから俺はこの少女が置かれている背景を悟ってしまった。この子は母親に捨てられたのだ。そう思考が結びついた直後、俺は考えるよりも先に体が動いていた。少女、リコの手をしっかりと握りしめ、自宅への道を歩き始める。その手はかわいそうに冷え切っており、どれだけ長い時間、戻らない母親を待つために、吹きさらしのあの場所にいたのかを物語っていた。リコは突然の俺の行動に驚き、少し怯えたようにこちらを見上げていたが、俺が安心させるように微笑みかけると、屈託ない笑顔を返してくれた。こんなに可愛いのに、どんなに待たされても
迎えに来てくれると信じて疑わない親思いの子なのに、俺はリコに気づかれないように背中に貼られていた紙をそっと剥がす。どうしてこんなにひどい仕打ちができるのだと、この子の親に対して内心憎悪の嵐が吹き荒れていた。とりあえず自宅に連れて帰り、温かいご飯を食べさせる。相当お腹が空いていたのか、料理上手でも何でもないザ男の手料理の大雑把な俺の料理をものすごい勢いで口に運ぶ姿を見て、また胸がぎゅっと締め付けられた。そのままお風呂に入ってもらい、ふかふかのベッドで寝かしつける。本当にここにいてもいいのかと不安がっていたが、知らない場所でずっと待ち続けていたから、体はもちろん精神的にも疲れていたのだろう。ベッドに横になるなり、すぐにうとうととし始め、しばらくすると小さな寝息が聞こえてきた。あどけない寝顔だ。それはそうだ。まだ5歳なのだから。しかし親に捨てられたこの子は、幼くして過酷な道を歩まざるを得ないだろう。どうしたらいいものか。俺はどうすべきなのだろうか。すやすやと眠るリコの横で、俺は一晩中頭の中でぐるぐると悩み続けた。翌日、病気でもないのに仕事を急に休めるはずもなく、俺は春巡の後、リコを職場に連れて行くことにした。リコを一人で家に残すことはできないので仕方がない。俺が突然子供と出勤してきたことで、工場は一時騒然とした。一緒に働く仲間たちがわらわらと集まり、お前子持ちだったのかと焦ったように問いかけてくる。その様子がおかしくて、俺もリコも笑ってしまった。しかしリコを別室に預け、仲間と工場長だけを集めて事情を説明すると、場の空気は一転。みんな口々に、なんてかわいそうな子なんだと涙を流していた。この工場の人たちはみんな温かい心を持つ人ばかりだ。何も知らないリコを傷つけるようなことは誰も言わないだろう。そんな信頼があったからこそ、俺はありのままをみんなに伝えた。まるで昔のお前みたいだな。工場長が誰に当てるでもなくぽつりとつぶやいた。そう、実は俺も親に捨てられた過去を抱えているのだ。まだ小学校にも上がらない年齢の頃、俺はこの工場の付近に数枚の着替えとお気に入りのおもちゃを一つ持たされた状態で放置されていたらしい。小さなリュックとおもちゃを抱えた状態で不安そうな顔で行き交う人を眺めていたという。工場なのでトラックの出入りも激しく、下手したら死んでいたかもしれない。しかし見かねた工場長に運よく保護してもらい、そのままここで暮らし、就職し、そうして今日までお世話になっているわけだ。まだ幼かった俺はその時のことを全く覚えておらず、後から当時の話を聞いた。正直ショックだった。自分はいらない人間なのだと突きつけられた気持ちになり、激しく落ち込んだものだ。けれど工場長と奥さんは俺を本当の子供のように大切に育ててくれた。時には親のように厳しく叱られたこともあったが、それも愛情ゆえのこと。そのおかげで俺は変な非行に走ることもなく、いらない人間という後ろ暗い思い込みにとらわれることもなくなり、今もこうして人としてまっとうな人生を送ることができている。育ててくれた工場長と奥さん、そして目をかけてくれた工場のみんなには感謝してもしきれない。そんな過去を持つ俺は橋の下でリコと出会った時、自分とリコの境遇を重ねてしまったのだ。
自分と同じように親に見放され捨てられた子供。俺の場合は工場長が保護してくれたから助かった。でもこの子は、俺がここで見て見ぬふりをしたら、この子はどうなってしまうだろう。そう考えると、もう放っておくことなんてできなかった。工場長が俺を守ってくれたように、今度は俺がこの子を守る。そう決意を固めた俺は、リコと暮らしていくことを仲間に宣言した。生半可な覚悟では子供を育てられない。お金もかかるし、人一人を守り育てていくというのは、それだけで精神的にも身体的にも多大な重圧がかかる。自分の子供ではないのだからなおさらだ。きっと反対される。そう思っていたのだが、工場のみんなは俺の決意を受け取り、お前一人で抱え込むな。大丈夫だ。みんなで協力して育てていこうと言ってくれた。保護施設に預けろとか、お前に子育てなんて無理だという人は誰もいない。みんながみんなリコを見守り、保護者としての責任を負ってくれるという。みんなが言う大丈夫という言葉が俺はとても心強かった。それから11年。悪戦苦闘しながらも工場のみんなと一緒にリコを育ててきた。実の親じゃないせいで世間からの目が厳しく感じることもあったが、その度にみんなで乗り越えて、なんとか今日までリコの保護者としてやってこれている。その甲斐あって、当初は引っ込み思案で常に不安そうな顔をしていたリコだったが、今ではすっかり俺や工場のみんなを信頼し、たくさんの思い出を作りながら着実に大人へと成長しつつある。今年で16歳になったリコは自立精神旺盛でしっかり者。ちょっと気が強いところもあり、ぼーっとしがちな俺は怒られることもしばしばだ。今ではどちらが親かわからないな、と思うこともよくある。でも根はすごく優しい子で、俺を怒るのも心配の裏返しなのだ。周りのことをよく観察し、困っている人を見かけたら必ず声をかける。そんな正義感の強い子に育ってくれた。リコが毎日を笑顔で過ごせることがいつしか俺の幸せになっていた。そんな平凡だけど穏やかな日々を過ごしていたある日、突然リコの母親だと名乗る女性が俺とリコの前に現れた。リコ、こんなに長い間待たせてごめんね。迎えに来たよ。リコの母親は俺の目をまっすぐに見つめ、今までリコを保護してくださったあなたには感謝しています。でも私はリコとまた一緒に暮らしたいんです。育てるのにかかったお金は全額お返ししますので、どうかリコを返してくださいと言ってきた。差し出された手には分厚い封筒が握られている。おそらく札束が入っているのだろう。それを目に留めた瞬間、カッと頭に血が上り、目の前が真っ赤に染まった。今さら母親面して何を勝手なことを言ってるんだ。今までリコがどんなに寂しい思いをしてきたか、この子を捨てたお前は知らないだろう。俺は気づいた時には周りの目も気にせず怒鳴り散らしていた。普段おとなしい俺が声を荒げることは本当に稀で、リコも工場のみんなも驚いたように目を丸くしている。でもそんなことは気にしていられない。すみません。本当にすみません。でも、リコを返してください。リコの母親は震えながら頭を何度も下げているが、それでも一歩も引かない様子で食い下がってくる。返せって、この子を置き去りにしたのはそっちだろ。いいさ、そんなに返して欲しければ1億円用意しろよ。でもいくら積まれたって捨てるような親にこの子を返す気はないけどな。俺は苛立ちもあらわにリコの母親を激しく糾弾した。
リコはもう俺の大事な家族なのだ。守らなくては。こんな子供を簡単に捨てるような親に渡したらリコが不幸になってしまう。なりふりなんて構っていられない。俺は必死だった。追い返すためにさらに言い募ろうとしたその時、リコが俺の腕を掴んだ。はっとして見下ろすと、リコは真剣な表情で、強い眼差しで俺のことを見ていた。リコももう16歳。自分で判断できる年齢になっていた。俺がどんなにリコを手放したくないと思っていても、最終的に決める権利はリコにある。俺は一歩下がり、すべてをリコに委ねることにした。すると、私、お母さんと暮らす。そう言ってあっという間に母親と連れ立って俺の元から離れていってしまった。リコは自分との生活を選んでくれるはずだ。どこかでそんな期待をしていた俺はショックを隠しきれなかった。リコと自分の関係性は不確かなものだったのに、強い絆で結ばれているとおごっていたのかもしれない。リコと暮らした11年間、一度も口にしたことはなかったけれど、リコは心のどこかで母親が自分を迎えに来てくれると信じていたのだろうか。俺はリコが幸せに生活してくれていると思い込んで、リコの心にずっとあった寂しさに気づいてやれなかった。誰にも気づかれないように一人で抱え込み、長い時が過ぎても諦めずに母親を待ち続けていたリコ。そんなリコの気持ちを考えると、俺は感情がぐしゃぐしゃになって涙が止まらなくなってしまった。リコが俺のもとを、この工場での生活を去ってから3ヶ月が過ぎた。俺はその間、真面目に仕事はしているものの、それ以外は人目を避けるように引きこもっていた。そんな俺のもとへ、ある日リコが訪ねてきた。たった3ヶ月間会わなかっただけなのに、えらく大人びて見えるから不思議だ。母親との生活はうまくいっているようで、以前より表情も柔らかくなったように感じる。いつまでも元気のない俺に向かって、リコは苦笑しながらも事情を説明してくれた。あの時、リコを橋の下に置いていったのはリコの父親だったそうだ。幼いリコはあの日父親に、ここで待ってたらママが迎えに来るからと言われてずっと待っていた。しかし母親は当時重病を患っており、長期間入院していた。迎えに行けるはずがないのだ。すべての元凶はリコの父親の身勝手な行動。母親としては全く知らないうちに我が子を捨てられ行方不明になっていたということらしい。母親は長い入院生活を終え、あらゆる手を使ってリコを探し、ようやく見つけた我が子を数年越しに迎えに来たということだった。リコは母親が自分のことを捨てるはずがないと信じていたから待ち続けられたのだろう。俺はその親子の信頼関係が微笑ましくも羨ましかった。そんな俺の寂しい気持ちを察したリコは、出て行ってごめんね。今まで育ててくれたこと、本当に感謝しているよと、俺に向かって震える声で伝えてくれた。不器用だけど、まっすぐに気持ちを伝えてくれるリコを前にして、いじけていた自分が恥ずかしく思えてならない。リコのその短い言葉に詰め込まれた思いに触れることができた俺は、もうそれだけで十分だった。わかってる。本当の親と一緒に暮らすのが一番だからな。俺もリコと一緒に過ごせた時間が幸せだったよ。いじけてごめんな。感謝しなきゃいけないのは俺の方だ。リコ、ありがとう。俺もありったけの思いを込めてリコに伝えた。それからまた年月は過ぎ、うららかな春の陽気に包まれた今日、俺は
22歳になったリコと並んでバージンロードを歩いている。リコが母親と暮らし出してからも2人とは交流が続いており、リコの結婚報告を受けた時に父親としてバージンロードを一緒に歩いてほしいとお願いされたのだ。ステンドグラスから差し込む暖かい光を浴び、参列者から祝福の拍手を受けながら2人でゆっくりと歩みを進める。リコと過ごした記憶が呼び起こされ、俺の顔は情けないほどに涙に濡れてもうぐちょぐちょだ。リコには幸せな家庭を築いていってほしい。誰よりも幸せになってほしい。本当の親子でも何でもないけれど、それが俺の一番の願いなのだ。